2022年1月1日から15日までの天秤座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。1月1日から15日までの天秤座さんのリーディングを行います。まずこちらにグレープのアバンダンスとエンプレスが出ております。両方ともあなたがとても良い環境にいる、良い環境を選んでいる、もしくはそちらに導かれている、その環境にいるからこそ、あなたは豊かさを受け取り、豊かさを生み出す。そして今回、ワンドの10とデビルも一緒に出ておりまして、このカードの組み合わせ、2022年のリーディングでも出ていたので、強いメッセージかなって思うんですが、しかも今回手放しましょうというカードも出ておりますので、このあなたにとって悪い環境を手放すことで、すぐに豊かさを受け取る、そして生み出す、とても良い環境に移行できるというふうにも受け取れますし、もしくはこの豊かさの環境というものにすでに身を置いているんですけれども、プレッシャーが重すぎて、ストレスが溜まりすぎて、健康に問題を抱えているというふうにも受け取れますし、その場合は、そのストレスの原因になっているような重荷を少しでも手放す。そしてこのあなたが豊かさを受け取る、そして生み出す環境というものが近い未来に予定されているという場合もあると思うんですが、例えば、この時点で栄転が決まったとか、昇進が決まった、就職が決まった、結婚が決まった。でも、そういうとても幸せな状態にもかかわらず、重荷を抱えすぎて、例えばお仕事でも家庭でも負担が重すぎるとか、このあなたに豊かさをもたらすお仕事というのが、とても大きなお仕事だったり、オーバーワークが続いていたりして、心や体に悪影響が現れ始めている。あとはあなたのこのお仕事がとてもうまくいっている状態だったりとか、愛する人に愛されて豊かな生活を送っているという状態を邪魔するような存在の人がいて、それが原因で心に大きな負担がかかっている。その心にかかっている負担、抱えすぎている重荷、ストレスの原因になっているような出来事、オーバーワーク、そういったあなたの健康を害し始めているようなことというのを少しでもこの時期手放す。おそらく一人で悩み続けている人がいるんだと思います。なるべく早い段階であなたの愛する人、あなたを愛している人に相談する。そしてお仕事の場合は信頼できる上司など叱るべき人に相談する。休みが必要なら休みを取る。専門家に相談すべきなら専門家に相談する。おそらくあなたの愛する人、あなたを愛している人が的確なアドバイスをくれると思います。この一人で問題を悩みを抱えすぎないというメッセージは2021年の秋ぐらいにも出ていましたので、それだけ大きな悩みを抱えているとか、それが解決してもまた次の悩みが現れてきているというふうにも受け取れますので、
ぜひ早いうちに重荷を、深い悩みを一人で悩み続けるという辛い状況を手放せるように、まずはあなたの愛する人に相談してみてください。こちらにリリーのスピリチュアルラブというカードも出ておりますが、その愛する人というのは精神的な愛で結びついている人。なのであなたの悩みというものを自分のことのように心配してくれて、そして愛を持って一緒に解決してくれる。そしてこのスピリチュアルラブというのはリリーですし、もうすでに亡くなっているあなたの愛する人というのも含まれていると思います。そのあなたのたくさんの愛する人たちが、あなたがこの豊かな環境に進んでいくのを応援してくれている。そしてあなたの健康を心配している。ですので、この悩みから抜け出すためにも、体もしくは心の不調から抜け出すためにも、あなたの愛する人たち、この目に見えない存在の方たちも含めて、あなたが愛する、あなたを愛する人たちが、次に進む手助けをしてくれる。こちらにブラッドストーンのカード、立ち上がって動き出すというメッセージが書かれてますが、このあなたが立ち上がって動き出すために手を貸してくれる。それは先ほど申し上げましたが、次のあなたの能力を活かせる場というのを、次のあなたが豊かさを生み出す、あなたの能力を活かせる場というのが提供される。会社で言うと、場所が変わることによって、この重荷から解放されるとか、あとは生きがいを見つける。この悩んでいる時間を少しでも少なくするためにも、あなたが立ち上がって次に進める生きがいになるようなことを、この愛する人たち、愛する存在がきっかけになって見つけていく。そういう豊かさを受け取れるというのも、こちらにバスケットのカードが出ておりますが、あなたが認められているからこそ、その豊かさを受け取る。それで先ほど新たな生きがいと申し上げましたが、このあなたのとても重たい不安をかき消すぐらいの生きがいですので、お仕事で言うと、あなたの才能を活かせるクリエイティブな仕事、恋愛で言うと、結婚をして豊かな生活を生み出す、あとは妊娠する子供を生み出す、あと先ほどクリエイティブなお仕事と申し上げましたが、お仕事じゃなくても、何か作品のようなものを生み出す。あとこういう木や植物、お花などを植えて育てる。そういうふうに何かを生み出すというのが新たな生きがいにつながっていく。あなたがこの重たい不安の中から抜け出すきっかけになる。この時期はとにかくこんなに豊かな環境が用意されていて、とても愛されている時ですので、一人で悩まない。叱るべき人に相談をする。その叱るべき人というのは、あなたが相談に来るのを待ってるんじゃないかなって思いますので、心配をかけたくないとか、迷惑をかけたくないって思わずに、少しでも心の重荷を軽くして、この豊かさを生み出し、豊かさを受け取る世界に立ち上がって向かっていっていただきたいなと思いました。それでは1月1日から15日までの天秤座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。